はい、山です。ご視聴いただきありがとうございます。今回のテーマは、あの人の頭の中に私はいるのというテーマでやっていきたいと思います。それでは、赤、青、黄色のうち、一つ直感でお選びください。2つご覧になっていただいて、しっくりくる方があなたへのリーディングとなります。概要欄の方に開始語がございますので、そちらの方をご覧ください。はい、それでは赤を選んだ方のあの人の頭の中に私はいるのをリーディングしていきたいと思います。まずですね、あの人目線で、リーディングしていきたいと思います。そしてあの人の状況心境を見ていって今後の、展開、あなたとの今後の可能性、関係性などを見ていければなと思います。はい、それではいきたいと思います。まずお相手の現状ですね。現状と、その障害となっているものを見ていきたいと思います。ですね、頭の中でお相手が描いている計画であったりとか、自分のプラン、これがね、少し崩れつつあるというふうに思います。あなたとの関係性というものは、描かれていたんですが、何らかの理由によって、うまくいかない、そういった状況になっているのかなと。こちらのね、左側のテンパレンスっていう、非常に順調に物事が進むカードなんですが、これ逆位置に出てるってことで、何か、突拍子もないことというよりは、慢性的に、うまくいきづらい状況になりつつあるのかなというふうに思いますね。それによってこの右のカードを見ていただくと、非常に気持ちとしては、神経をすごく使うような状況、そのためなかなかあの人が本来のね気持ちというものを出せずにいるのかなというふうに思います。ですので今回このあなたとの関係の中で長期的なトラブルによってなかなかあなたに対して本音であったりとか、そういったものを伝えることが、できないのかなというところだから今回のテーマでいう頭の中に私はいるのというところで逆にあなたのことを考えすぎてちょっと大変な、気持ちになっているというところがあります。じゃあそれが、あなたに対してプラスのイメージなのかマイナスのイメージなのかっていうところをちょっと、見ていきたいなと思います。はい、これがね、顕在的な表面に出てくる意識なんですね。はい、で今現状としてすごく予定通りに進んでいない状況というのがあるんですね。ですがその中でやはり警戒心だったりとか自分がこうしたいっていうものを受け入れてくれないものに対してなかなかイエスと言えないとか、賛同しないとか、そういったものが非常に強いのかなと。やはり自分の中で余裕がないためなかなか他の人の意見を受け入れることができなかったりとか、そういったものが非常にこちらのカードで感じますね。非常に棒のカードを持って、立ちふさがっている男性のカードが出ておりますね。周りの意見を受け入れない、そういった状況なのかなというふうに思います。ですのであなたとの関係の中であなたがもし何かを言ったとしても、なかなか受け入れてくれなかったりとか頑固だなと感じる一面というものがあるんじゃないのかなというふうに思います。はい、次が、深層心理ですね。やはりお相手にあの人にとってはこの状況というものがかなりもうこの世の終わりだという風に感じていると。要はカード見ていただくとタワーの中から人が2人落ちていて、火事になっている状態だと。これ以上辛い状況ってないんじゃないかなというふうに思われる状況ですよね。非常に、お相手の中ではすごいパニックな状態になっているというふうになります。ですのでお相手が非常にあなたの気持ちをあなたの考えだと受け入れてくれないっていうものはあなたのことが嫌いとか嫌だとかそういうわけではなくて非常に自分の中でパニック状態になっている。これをね、回避するためにもう自分のことで
しか考えられない、そういった状況なのかなというふうに思いますね。はい。それでは、過去の部分を見ていきましょうかね。やはりこちらもすごくこう自分のイメージというものを大切にするカードとして出ております。ですね、男性が真ん中に座ってカップが後ろに並んでいる。要はカップというものは自分の考えの勲章というか、自分のこういう考えに自信を持っているとか、そういったものを非常に大切にしているイメージですと。ですので自分の価値観というものを非常に重要視していて大切にしているというふうな背景が見えるのかなというふうに思います。ここまででまとめますと、割と非常にこう自分の価値観を重要視するんですが、あまりこう長期的に見てうまくいっていないのかなと。あなたとの関係も含めで、それを解決することがなかなかできずにいるため、非常に頑固な気持ちになっている。ですので、あなたの考えや意見というものを受け入れてもらえない。そういった状態によってあなたから見て、あの人というものは非常にこう嫌っているんじゃないかなとあなたは感じていると思います。ですがね、こう嫌っているというわけではなく、状況がちょっと良くないというところ、それが原因となっているのかなというふうに思います。はい、それでは今後の近未来どういうふうになっていくかお話ししていきたいと思います。はい、これですね。非常にこうカード自体は、すごく前向きな位置のカードですね。このカードがこの位置に出てるってことは、近未来、将来に対して非常に前向きな気持ちを持っている。そしてこのカード逆位置に出てますね。一見逆位置って悪いイメージを持ちますが、このカード自体のパワーが強いので、今の状況をひっくり返してくれるかなというふうに思います。ですので、かなり今の状況があなたにとって好ましくない状況だったとしても、イメージとしてはこうかなりの確率で好転していく。この朝日を見ていただいて、それを遠くから眺めている様子ですよね。これはね、非常にここに出てくるっていうことは何かのメッセージ性が強いのかなというふうに思います。はい、それでは次があの人の今後の状況、立場と、周辺環境について見ていきたいと思います。はい、まずこう左のカードを見ていただくと、これね、雲が飛んでいて、その上にカップで黒い後ろ姿の方のカードが映っているカードですね。これね、非常にこう自分の中で、いろんな思いを巡らせているカードではあるんですが、それがすっきりして、いろいろ整理されて現実的に、何かこういうことをやろうというふうに思う状況なんですね。なのでこうあの人の周りというものはすごく現実的でね、シビアな目線で見てくれている。ですので、だからこそすごく前に進めるというふうな状況ですね。これ右のカードを見ていただくと、自分の大切にしているものというものを、削るというか、こう失ったとしてもしっかり前に進もうという意思が出ているのかなというふうに思いますね。先ほどまでのカードの並びから見ると、やはり自分の辛い状況にもかかわらず意見を受け入れない、そういった状況だったんですが、かなりこう柔軟にあなたに対する意見であったりとか、こう受け入れる器の大きさというものが、明確に大きくなってきているのかなというふうに思います。はい。最後結論とそれに至る願望になります。チャリオットとエース・オブ・ソード。気をつけなきゃいけないことが、こう少しね、こう右のカード、エースっていうもの、エース・オブ・ソード。エースというものは基本的にすごく大きなエネルギーを持つカードなんですね。それが出てるので、こう、決断一つ一つにすごく一喜一憂してしまう。かつ、それを大胆に判断してしまう部分があります。ですので気をつけなきゃいけないのは、決断をした際に、誤った方向に行ってしまった時に、空回りを
ずっとし続けてしまう。間違った方向に行っても気づかずに突進してしまう、そういった可能性というものがあるというふうに思います。それはあの人の心の中でそういった状況になるんですね。ですが、そうならないようにするために先ほど言った周辺環境の方、これはあなたになりますね。あなたがより現実的な目線を持って支えてあげる、サポートすることによって、最終結果のチャリオットのカード、戦車のカードが非常に前向きになって着実に進むというふうに表す可能性があるので、そのサポートっていうのが、大切なのかなというふうに思います。はい、ここまででまとめとアドバイス。非常にお相手は今の予定調和の状態からうまくいかずに悩んでいます。あなたの考え、意見だったりを受け入れずにいると。ですが、今後は非常に好転していい方向に進みます。かつ、それは自分の大切な部分をカットしてでもうまくいきたいという思い。そしてあなたの現実的な、地に足のついたサポート。これによって前に進みますよと。近いうちにね、あなたとお相手の中での、非常に大きな決断というものがあります。お相手のあの人にとって、すごく大胆な決断をされるかと思いますが、間違った方向に行ったとしてもまっすぐ進んでしまう危険性があるので、そこはあなたの方でサポートし、着実に石橋を与えて渡るじゃないですけども、そういったものが必要になってくるのかなというふうに思います。なのでアドバイスというと、あの人がね、前に向き始めた時に現実的な目線を持ってサポートしてあげる。これがね、非常に大切なのかなというふうに思います。それでは赤のリーディングを終わりにします。はい、それでは青を選んだ方のあの人の頭の中に私はいるのをリーディングしていきたいと思います。目線はあの人目線で、あの人の状況、心境を過去、現在から見ていて、今後の展開、あなたとの関係性、をリーディングできればなと思います。それでは行きたいと思います。はい。まず、あの人の現状から見て、現状と、その障害となっている部分を見ていきたいと思います。ナイト・オブ・ソード、左のカードを見ていただくと、ナイト・オブ・ソード、馬に乗って、ナイトが走っている様子が描かれております。これ非常に物事に対してすごく熱心に取り組んだりとか、非常にアグレッシブに動き出すというイメージのカードとしていいのかなと思います。ですが今回この逆位置に出ているということで、非常に行動力が落ちていると、あなたに対しての気持ちはすごくオープンにされているということがなかなかなくなってしまっている様子ですので、あなたから見てあの人はあなたにすごく今まではね、グイグイしてたものが減っていってるんじゃないかなというふうに、見受けられます。で、じゃあそういった状況になったのはどういった障害があるのかと見てみますと、非常に満足しきっていると。今のこの環境として、経済的な部分であったりとか愛情的な部分も含めすごくあの人にとって充実していると、満足しきってしまっているので、より向上心というものが欠けてしまっているのかなというふうに思います。ですのであなたとの関係の中であなたの関係に満足している。ですのでこれ以上の欲であったりとか、これ以上もっと関係を進めたいという気持ちというものが若干薄れつつあるのかなというふうに思います。はい、じゃあ今後今のお相手、あの人の顕在意識を見ていきます。ですね、顕在意識で見ると、やはり今の状況から劇的に大きく流れを変えるつもりはあまりないと。今の状態に、いることがあの人にとって心地のいい状態。あまり変化をしてしまうとストレスを感じてしまう、そんな状況が現れているのかなというふうに思います。ですので今の状況を変えようというふうには思っていないと思われます。
でここまで頭の中を、見ると非常に今の状況っていうのは、いい意味で言うと満足していて変えたくない、悪い意味で言うとちょっと刺激が足りないのかなというふうに刺激を求めてないですね。求めてない部分があるのかなというふうに見て取れます。はい、じゃあ深層心理を見てみます。なるほど。ペンタクルの5、これカード見ていただくと非常に雪の中に2人がすごく辛そうに歩いているというカードなんですね。これは深層心理の部分で言うと、やはりなぜ、あなたとの関係性より、アグレッシブにいかないのか。これはね、奥深い部分で、自分に対する少しコンプレックスであったりとか、なんか自信のなさみたいなものがあるのかなというふうに思います。ですので踏み出せないという理由は満足しているのもあるんですが、根本的に言うとやはり自分が本当にあなたに対して幸せにできるかだったりとか、そういった部分を気にしちゃっているのかなというふうに推測できますね。はい。で過去の部分を見るとやはり過去の状況にすごく戻りたい、ような様子が出ておりますね。なので何を断ることに未来志向というよりは過去、前の状態に戻りたいと、要は過去を更新するとかより良くするというよりは、前良かった状態で現状維持がいいという気持ち、これが非常に強いのかなというふうに思います。はい、ではお相手の頭の中、現在の頭の中をまとめますと、お相手は非常に非常にっていうかアグレッシブにあなたに対して何か行うというわけではないと、現状に満足しているというところ、満足というか、現状維持というものがすごく非常にストレスのかからない状態というふうに感じているっていうのと、お相手はすごく自分の中の自信のなさ、コンプレックスがあるというところにおいて、あなたに対してあまり自信が持てないというふうに感じます。はい。頭の中はこんな感じですね。で、近未来、じゃあどのようになっていくかっていうお話をしていきたいと思います。非常に前向きですね。これカード見ていただくと、ナイト・オブ・ワンズのカードですね。ワンズは気持ちだったりと感情の高ぶりを表す。それがね、非常にまっすぐに進んでいるナイトというカードですね。イメージしていただく通り、あなたとの対しての自信、あなたに対しての自分の自信が明確に強くなっていく様子が、現れていますね。ですので、これからね、徐々にですけども、自信ができてきて、あなたに対する明確なアプローチ、これが期待できるのかなというふうに思います。では、お相手の周辺環境と今後の状況、立場を見ていきたいと思います。はい。ですね、こちら2枚ともまだ逆位置に出ていますと。先ほど着実前に進む自信が出てきたというふうにお伝えしたんですが、まだ逆位置に出ているので、この右のカードを見ていただくと、まだ少し半信半疑、進みたい気持ちあるものの、あなたに対して、しっかり思いを伝えることで、うまくいくのかという不安が強いっていうのと、まだ自分の中のこだわりの気持ちというものを左のカード見ていただくと、こだわりの気持ちっていうのが非常に感じるというふうに出ております。なおも逆位置に出てるというところで、まだまだ改善の余地はあるのかなというふうには思います。ですね。では結論のカードとそれの願望を見ていきたいと思います。ザ・タワーの逆位置となるほど。このね、未来のカード、この4枚、全てちょっと逆位置に出ておりますというふうにお伝えすると、まだね、全体的に、カード自体は悪くないんですけども、何かを変化させるものの根本的なエネルギーがまだ足りていないというふうに思います。でもザ・タワーが逆位置ですので、今ある状態よりさらに悪くなることはないと
要は開き直れるという気持ちとして捉えていただければいいと。ですが、要はエネルギーが少ないため、それが変な方向に進んだとしてもリカバリーができなかったりとか、空回りしてしまったりとか、そういった可能性があるっていうのは気をつけていただきたいなというふうに思います。ちょっとね、最後の方が、最後の4枚の方の解説まとめると、お相手はね、まだちょっと前向きに動こうとはするんですが、自信がないっていうところが根本に出ているので、まだあなたに対する前向きなアプローチがないのかなというところ。これはね、これ実はね、すごい簡単なことが一つあるんですね。はい。では、それ最後にまとめたアドバイスでちょっとお話ししたいなと思います。それは、まずはまとめで言うと、お相手は今の状況に自信がなく、満足しちゃっているので何かを変えようと思っていないと。でも今後徐々に変えようと思っている気持ちになりますと。はい。で、最後逆位置になっていて、これをじゃあお相手のあの人の自信を取り除く、方法として、もうこれすごいシンプルですね。あなたの一言ですね。あなたが、あの人にね、自信を持ってもらえる一言、を伝えて、あげる。大丈夫だよと。できるよと。大丈夫できるよというふうな、前向きな言葉を数多くかけることによって非常にうまくいきます。この逆位置のカードが出ているんですが、これがね、すごく全部正位置になる勢いが出ているので、こちらね、もともとこのカード自体勢いがあるんですよ。でもこれ逆位置に出てるってことは、あなたのその前向きな一言によって非常に良くなる可能性を満ちているので、ぜひね、あなたがもしあの人とね、うまくいきたいと考えるのであれば、そういった一言を、継続的に、かけていただければなと思います。はい、以上で青のリーディングを終わりにします。はい、それでは黄色を選んだ方のあの人の頭の中に私はいるのをリーディングしていきたいと思います。目線はあの人目線で、あの人の状況、心境を過去、現在から見ていって、今後の展開、あなたとの関係性などを見ていければなと思います。それでは、いきたいと思います。はい。まず、あの人の現状とその障害となっている部分を見ていきたいと思います。はい。頭の中で言うと、これね、非常にあの人にとって大切なもの、趣味であったりとか、お仕事であったりとか、人だったりとか、すごく大事なものをすごく絞って、いるのかなというところ。多分趣味のお時間であったりとかにすごく凝ったりとか、お仕事に対してすごく熱中したりとか、そういった、ハマりやすい方なのかなというふうに思います。実際に今も、あなたに対してだけでなく、自分の熱中するものに対して、時間だったり労力を非常に割いているのかなというふうに思います。はい、で右側のカードを見ていただくと、クイーン・オブ・ソード逆位置、これはね、非常に何かを判断するのに優れている方なんですね。なので物事を少しバランスよく見て、時間だったり労力を避ける、そういった方なのかなというので、非常にあなたとの関係性もバランスよく心地いいように、できる方なのかなと思うんですが、今ちょっと現状は逆位置に出ているというところで、分かってはいるけど、あえて、その自分のしたいことに熱中するものに、その時間、労力、お金をすごくあえて費やしているというところですので、あなたから見ると、なんで私にそんなに時間だったりとか、労力かけてくれないのみたいな目線を感じるのかなというものが、現状としてあります。はい。それでは表面的な心理を見ると、これはもうね、一回自分を解放していきたいというところですね。要はいろんなしがらみであったりとか、ストレスだったりとか、そういったものは一体なくしてみようと、いうふうに考えている部分もあるのかなと。それはあなたに対してだけでなくですね、
いろんな人間関係を、フラットにして、もう一旦、深く考えないようにしよう。自分のやりたいことを素直にやっていこうと思う気持ちが非常に強いのかなというところ。だからさっき言ったその熱中しやすいっていうものに、すごく比重が、置いているのかなというふうに思います。こちらも一緒ですね。ザ・デビル、自分を解放するっていうカードも出ております。ですのでこのカードで言うと非常に今まで我慢していたものですね。これ女性問題だけでなくお仕事の面だったりとか趣味の面でも全部なんですけど、これね我慢したもの全部もう一切全部やってみようと。もうねいちいちねそう小さいこと考えても仕方ないよと。もう精一杯今やれることやろうという気持ちが非常に強いと。これは深層心理なので全ての考えの根幹になっている部分ではあるので、もう多分そういったもうとりあえずいいんじゃないみたいな、結構ねそういったもうとりあえず楽しもうみたいな、そういったね気持ちが非常に強かったりとか、そういった言動をあなたも聞いているのかなというふうに思います。はい、ジャスティスきましたね。過去の部分を見るとジャスティスは正しいことをする、こうするべきとか、世の中のルールだったり規範、これをね守んなきゃいけないよねって結構すごく固い方だったのかなっていうところがありますね。なのでその反動ですね。そういったものを守りすぎたため、すごく自分の中でストレスを溜めてしまった反動で、とりあえず何でもいいから楽しいことやろうという気持ちになってしまったのかなというふうに思います。はい、今回現状を見ますと、あの人の頭の中はですね、もういろいろなものを溜め込まずにやりたいことをやろうと、全て自分を解放していこうという気持ちになっています。ですのであなたから見てあの人の優先順位、あなたは低いなと感じるかと思いますが、それはもう自分のやりたいことを優先していこうという気持ちになっているので、もうねあなたの嫌いというわけじゃないです。もうそういうタイミングだというふうに、あなたは気づいてあげるべきなのかなというふうに思います。はい、それでは今後の近未来見ていきましょう。ザ・スター。これね非常にあの人の頭の中で言うと、願いが叶う、要は自分の理想に近い環境に、なっていくのかなというところ。これは先ほど言った自分のやりたいことを優先しようというものが功を奏したようですね。それによっていい方向に進んでいく、星に願いをじゃないですけども、願いを込めて行動した結果の方向性なのかなというふうに思います。じゃあ今後のお相手の周辺環境と立場状況を見ていきたいと思います。やっとナイト・オブ・ソードが出ました。状況が万全に叶うという形になってこそ、あなたに対して、しっかりとしたアグレッシブ、要は積極的な、アプローチ、これがね明確に出ますと。ですのであなた自身もあまり不安になることはないのかなと。これからねちゃんとお相手の準備は万全になってからしっかり、来ますというふうに思います。でちょっと注意しなきゃいけないのが右側、あの人の状況立場としては非常にちょっと脆いというかネガティブな気持ちもあるというふうに思います。これはね何なのかなっていうと、全体的なカードを見ると環境が、ガラッと変わる可能性があるんですね、お相手にとって。その環境に馴染めるかどうかっていう不安もあります。ですが環境の変化にもかかわらず、あなたに対する明確な良いアプローチっていうものが出てくるので、あなたにとっては非常に、いい状況になってくるのかなというふうに思います。はい、最後結論とその願望ですね。結論で言うと、
あなたとの関係性で見ると非常に安定的に進むよと。要は状況を変えて前向きに感じるようにしたのがすごいそしてうまくいっているという風なカードです。出てます。右側のカード、ですが、やはり先ほど言った環境の変化というものがすごく、大きいのかなというふうに思います。環境の変化に、順をしっかり対応できることによって、あなたとの関係性が非常に、好ましい方向に進む、そういうふうに考えていただければなというふうに思います。はい、最後まとめとアドバイス。お相手は今自分のしたいことを優先し、全てをストレスを取り払って自分を解放しようとしている。今までは真面目なルールを守る方だったので、その反動ですごく大きい動きとなっています。ですがそういった動きによってあの人考えている理想像というものが叶いつつあります。ですがその理想を叶えるために非常に、環境の変化があるんですが、非常にこれはあの人は乗り越えていかれるのかなというところと、あなたに対する、状況が整ってからあなたに対する積極的なアプローチ、これがあるので非常にこれからしばらくちょっとお相手の状況の変化に見守ってあげる必要はあるんですが、その後は非常に安定した関係性っていうものが見込まれるのかなというふうに思います。はい、アドバイスなんですが、ちょっとの、2、3ヶ月くらいですかね、の期間で言うと、お相手は自分のやりたいことに取り組みます。ですので、その期間は、あなたとしては見守ってあげることが大切なのかなと。しっかりその期間を乗り越えて、くれますので、見守った後に、非常にあなたとあの人の関係が前に進みやすくなるので、そのタイミングでしっかり、関係性を築いていただければなというふうに思います。はい。はい。以上で黄色のリーディングを終わりにします。参考になった方は、高評価、チャンネル登録お願いします。